こんばんは。今日もサブチャンネル撮っていきます。今年の2月から iPad でカレンダーを書いて、そのカレンダーにその日あったことを一つ一つイラストを描いていくっていうものをやっていて、で今出来上がってるのが2月と3月のものなんですよ。3月の書いている途中にある DM が届いて、でその DM には花子さんの書いたそのカレンダーのイラストのものをネットプリントできるようにしてほしいですっていうね DM をいただいたんですよ。私まずネットプリントの作成の方法を調べて、案外簡単に登録できるんですね。で自分で登録して、全国のセブンイレブンでプリントできるように登録したんですよ。だけどまず最初は自分で確認しないとなって思って、近くのセブンイレブンに行って印刷してきました。こちらです。もうね、今1個切っちゃったから12日のがないんだけど、こんな感じでめっちゃ綺麗にプリントできたんですよ。おはようございます。今は朝の4時半くらいなんだけど、思い立ってこちらのコストコで買ったタピオカを飲もうと思います。で、動画の最初と内容が変わってると思うんだけど、それについてもお話ししながら今日は撮っていきます。これね、ずっと飲みたかったんだけど、なかなか作れなくて、今ちょっとね、お腹も空いてるので、この機会に作ってみます。で、最初と内容が違う理由は、まさかの SD カードが破損してしまって、その日スケジュール帳デコを、じゃあ今から6月のスケジュール帳デコ書いていきますって言って書いてたんですよ。で、最後の完成のページまで撮影してたのに、最初に流した一部の動画以外は全部消えちゃって、本当に最悪。だから一応残ってる分だけつなぎ合わせる感じで編集してみようと思って、いつもと違う動画になってます。で、まず開けてみると、じゃじゃーん、こんな感じ。タピオカはこういう風になってますね。袋に入ってる。触った感じはちょっと固めのタピオカです。で、タピオカが10袋入っていて、でもこれ多分紙の、やっぱり紙のストローでした。残念。紙だとね、飲みにくいんですよね。こちらの4種類入ってるんだけど、さっきおいちゃんに聞いたら、おいちゃんはこれが飲みたいってことだったので、これはクラシックミルクティーですね。クラシックミルクティーの注文が入ったので、まずはこれを作るのと、あとその下のクレームブリュレミルクティーっていうものがあって、私はこれ飲みたいなって思ったので、これを作っていきます。クラシックミルクティーと、これかな。あとタピオカを一つずつ取ります。あと、可愛いタピオカもあって、これめっちゃ可愛い色がカラフルなタピオカ。これは、このパッションフルーツティーの時に合わせて飲むと美味しいみたいな。この部分だけ別に仕切りがあります。作り方を見ると、まずはタピオカを茹でるかレンジで温められるみたいです。今日は茹でようかな。なぜかというと、レンジで温める場合 1000W 必要って書いてるんですよ。うちのレンジが 700W までしか出ないので、茹でようかな。もし 1000W 出るレンジを持ってる方はレンジの方が簡単かも。で、その後にお湯で粉を溶かして、で氷を入れて牛乳を入れるっていうやり方です。じゃあ待ってる間に今回起こった悲劇について話そうかな。私いつもね、動画を撮るときはデジカメで撮ることがいいんですよ。サブちゃんはもうほぼ 100% って言っていいくらいカメラで撮ってます。で、そのカメラの SD カードがついていて、で SD カードをパソコンに挿して、でそのパソコンからまた iPhone に送るっていう作業をやってるんですよ。直接 iPhone にカメラの Wi-Fi をつないで動画を送ることもできるんだけど、それだとめちゃくちゃ時間がかかるから、いつも私パソコンを使って送っていて、前回サブチャンネル撮った時に
いつも通り SD カードをつないで iPhone に送ろうと思ったんですよ。で何気なく送ってて、最初は問題なくまた別の動画をいくつか iPhone に送ってたんだけど、あれさっき撮った動画のデータがないぞっていうことに気がついて、それで一回 SD カードを抜いたんですよ。で抜いてまた挿したら、もう SD カードが全く表示されなくなっちゃって、この SD カードは読み取りができませんっていう風に表示がされて、であれなんでだってちょっと焦って、次はカメラに差し込んだらこの SD カードは破損していますっていう表示が出てきて、まあでもその時はそんなに深くは考えてなかったんですよ。頑張れば復活するかもっていうのは思っていて、でその時すごいタイミングが悪かったのが、おいちゃんがね寝てたんですよ。もう私が一人であたふたしてて、おいちゃんは寝てて、でおいちゃんはねこういうカメラのデータとかパソコンにめちゃくちゃ詳しいから、本当だったらねおいちゃんにそのまま聞けば楽に解決できたんだけど、気持ちよく寝てるところをね起こすのもちょっとなーって思って、私一人で解決しようって思っちゃったんですよ。こういう時になんか長女の責任感じゃないけど、一人でどうにかしようっていう心が芽生えちゃうんですよね。それでめっちゃ調べて、パソコンのコードとかいろいろ、まずは SD カードのデータを復活するところから始めないといけないから、それで SD カードのデータだけはどうにか復活することができたんですよ。データは復活できたんだけど、そのデータを開いて動画を見ようとしたら、もう全部真っ暗な画面で、データはあるんだけど動画の表示がされないっていう状態で、それでまた調べていくうちに有料のソフトがあって、これなら修復できそうっていうソフトがいくつかあったんだけど、そのうちの一つ結構使いやすそうなのがあったから、初心者の私でも簡単に使えそうなものがあって、それをね1万円ぐらい課金して、またそこから修復するっていう作業をしてました。1日で終わることはなくて、1週間はかからないぐらい復旧作業は終わったんだけど、でもね復旧できたのは本当に少しだけで、ほとんどのデータがダメでした。画像は見えるんだけど、もやがかかってるっていうか、目が痛くなるようなチカチカした動画になっちゃって、もうそれでね泣きましたね。今まで撮った動画が復活できないっていう現実を目の当たりにして、めっちゃ悲しくなりました。タピオカを3分茹でます。私がいつも飲むカルディのタピオカは前日の夜から水に浸しておかないといけないんだけど、これだとすぐ使えるからいいですよね。3分茹でただけですぐ柔らかくなるのかな。楽しみ。さっきの箱の下の方に日本語で作り方書かれてたんだけど、さっき私レンジで 1000W って言ったじゃないですか。 1000W じゃなくて 500W で大丈夫だそうです。パックに切り込みを入れて 500W で35秒温めたらレンジでも大丈夫だったみたいだけど、コストコのタピオカの作り方をブログで書いてくださっている方がいて、その方が言うには湯煎の方がおすすめですって書いてる。だからレンジじゃなくて湯煎でやってよかったです。湯煎の方がもちっと感が違うみたいで、今新たにお湯を沸騰させているところなのでパウダーを入れておきます。うわー、すっごい甘い香りが。でお湯を 60ml 入れます。入れました。そしたらスプーンでかき混ぜる。クレームブリュレの方の香りが強い。こっちは黒糖の香りです。追加で 200ml の水を加えて混ぜる。お好みで氷や牛乳を加えるって書いてます。私最近ね豆乳じゃなくて牛乳を飲むようにしてるんですよ。それがなぜかというと、爪の調子が悪くて、人差し指の爪なんだけど、ここだけ爪がね割れちゃうんですよ。それで調べたら、なんだっけな、タンパク質だったっけな、栄養が足りないみたいで、
私いつも豆乳を飲んでたんだけど、爪にいい成分が牛乳に入っているっていうことを知って、久々に牛乳を買いました。おいちゃんは豆乳を飲んでるので、豆乳を入れて作ります。タピオカ入らなくなっちゃった。これでタピオカ入れたら絶対溢れちゃいますよ。ちょっと味見っていう手で飲んでいいかな。美味しい。どっちも違う美味しさがある。キャラメルを感じたいならクレームブリュレの方かな。そしたらこのタピオカを開けます。ハサミなしで簡単に開けますね。まだ熱いな。朝ごはんを食べる前にタピオカを飲むっていう、なんとも言えない感情で、ストローを刺したら完成かな。もうちょっと大きめのコップが良かったです。タピオカもちもちでめっちゃ美味しい。氷を入れたらお店の味に近づくのかな。私的にこっちの方が好きかな。クレームブリュレの。今仕事をしていたおいちゃんにも持って行ったら、めっちゃうめえって言ってました。ぜひ気になる方は買ってみてください。手軽にタピオカが飲めるっていうのは、タピオカ好きとしてはめちゃくちゃ嬉しい。で、最後にさっきの SD カードの話に戻るんだけど、今のところはっきりとした原因は分かってなくて、考えられるのがまず SD カードの寿命だったっていうことと、それが SD カードが 256GB のものを使ってたんだけど、容量ギリギリで使っちゃってて 240GB くらいまでデータがあったので、もしかしたら容量が多すぎて中のデータが壊れちゃったのかなっていう、それがね、もしかしたら原因の一つだったのかもしれないです。これからも同じ過ちを繰り返さないためにやることは、動画とか大切なデータのバックアップはしっかり取っておくっていうこと。今までは SD カードに入ってるからまあ大丈夫だろうっていう考えがあったんだけど、もうその考えは捨てて iCloud に入れたりとか、5TB とかそれくらいの大きい容量のデータが入る機械があるみたいで、まだちゃんとは調べてないんだけど、それをね購入しようと思ってます。とりあえず動画を撮ったら SD カードじゃなくてそこにコピーしておいて管理していこうかなっていうのは考えています。こんな感じで、まだ6月入ったばかりだけど、もうすでに学びの多い1週間でした。これからは気をつけていきたいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。